Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。Today, let's talk about this IPA symbol. At first glance, it may look like a vowel, but it's actually a consonant. さて、この2つの記号を比べるとすごく似てますよね。でも全く違う音です。こっちはあ、こっちはそれでこっちは母音で、アメリカ英語でもイギリス英語でも出てきますが、こっちの記号は子音で、しかもアメリカ英語にしか使われないということもポイントです。しかも辞書によってはこの記号を使ってないんです。この記号を使ってない辞書は普通に R を使ってるんです。皆さんご自分の辞書を見ていただいて、例えばこの単語 car を調べてみてもらえますか？もしこうなってたらこの記号は使わないので心配する必要はありません。それでこの R がこうやって斜めというか斜体、イタリック体になっていることが多いと思うんですけど、これがどういう意味かは別な動画で説明しているのでそちらも見てください。概要欄にリンクを貼ってあります。一方でこの車の発音記号がこうなっている方、実はこの記号はアメリカ人とかカナダ人にとっては R と全く同じなんです。イギリス英語にはこの記号が出てこないので、今日はイギリス英語は気にしないでください。アメリカ英語とカナダ英語の話です。例えば right とかのこれと car の全く同じなんです。ネイティブは全く同じ音だと考えてます。だから本当は発音記号を変える必要もないんですけどね。ネイティブが同じ音だと考えてるなら同じ音素記号で書くというのは原則だと思うので。だからこれとこれ、この2つの記号似てますけど、こっちは母音、こっちは子音の R と全く同じ。見た目は似てるけど、音も役割も全然違うんです。それで right とかのがすでに発音できる方はいいんですけど、そもそも R の発音ができないっていう方も多いんじゃないかと思います。まあ私のレッスンでも R の発音の仕方はやってますけど、今日はとりあえず R が発音できるかどうかを置いといて、この記号が R と同じだということを覚えておいてください。じゃあ実際の単語で練習してみましょう。R の発音に自信がない方も、今まで R の発音を気にしたことがないという方も、とりあえず今日は見よう見真似というか、聞きよう聞き真似でやってみてください。まずそこからです。ちょうど Weblio のオンラインの辞書がこの記号を使っているので、これを一緒に見ていきましょう。この記号を R に変えて考えればいいんです。right とかのと同じ音です。辞書の音声を聞いてみましょう。car 次はこれです。貧乏の poor。同じようにこの記号を R に変えてください。辞書の音声を聞いてみましょう。poor 次はこれです。梨の pear。同じようにこれは R です。pear 次は近い near。同じように R に変えます。near 次は数字の4です。4。これ実は母音の読み方が注意なので、それは別の動画で説明しているので、概要欄にリンクを貼ってあるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、今日は母音は気にしないで、この記号を R に変えることだけ注意してください。4次はこういう風にこの記号に点々がついている場合です。これも同じなんです。R を長めに発音すればいいだけです。つまりこれをこういう風に置き換えればいいんです。そうすると母音がなくなっちゃいますけど、これは音節主音の子音って言うんですよ。R が1音節分、1シラブル分、1拍分になるわけです。つまり R が母音みたいな役割をしているということです。でも音はあくまで子音です。音はあくまで right とかのと同じ音です。それをちょっと長めに発音するだけ。bird。じゃあ発音練習してみましょう。bird。もう一ついきましょう。彼女の her。これも同じです。right のと同じ音。母音がないんです。her。つまりこの記号を見たら R と同じです。これに点々がついてても発音は R と同じ。ただ点々がついてるときは母音と同じ役割をしてるからちょっと長めに発音するというだけです。それでよく英語にはあに当たるものがいくつもあるって言いますよね。その時に時々この記号も含めてあ形母音だって考えちゃう人もいますけど、これは R ですからね。明らかにあじゃないですよね。記号のビジュアルが A にちょっと似てるというだけで音は全く違いますからね。どっちにしてもあ形母音についても動画を作ったので、そっちもぜひ見ていただきたいんですけど、実際アメリカ英語ではあは一つしかないんですよ。だから混乱しようがないんです。イギリス英語だと日本人の耳にはあに聞こえる音が2つあるので、それは区別しないといけないので注意ですけどね。
アケイ母音って結局発音記号の見た目が A に似てるというだけで、音は全然違ったりとか、実はネイティブも区別してないっていうものばっかりなんですよ。今日のこの記号もその最たる例ですよね。ネイティブにとっては R と同じだから、そもそも記号を R と書き分ける必要もないと思います。最後にトリビア的な話ですけど、発音記号にも名前があってですね、この記号の名前は英語ではシュワーって言います。こっちはホックシュワー。日本語だとこっちがシュワーで、こっちが鍵付きシュワーなんて言ったりします。ウルトラマンオメガとかウルトラマンの多くが飛ぶときにシュワーって言いますけど、それに似てますよね。あと発音記号キャラ辞典っていう本だと、こっちはアロマ、こっちはウルダっていう名前がついてて、双子っていう設定なんですけど、こっちは母音でこっちは子音だから全然性格が違うっていう風に明記されてます。おさらいです。この記号はアメリカ英語にしか出てきません。この記号は辞書によっては使っていません。この記号はネイティブにとっては right とかの R と全く同じ音なので R に置き換えればいいだけです。car だったらこういう風に置き換えればいい。点々がついてても同じで bird だったらこう書き換えればいいというだけです。この動画が少しでも役に立つと思ったらいいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。